今回はアニメ版ニカの戦いを見て改めて絶望し、改善案を話し合う海外読者の反応をまとめました。楽しんでいただけると嬉しいです。それではどうぞ。エルバフでイムが巨人を悪魔に変えてモルフィがまたギャグ顔で流すとかもを見たくなくて、欲しいのはギアニルフィ VS ルッチみたいな緊張感であって、仲間の命が脅かされてるのに目の前にヒトラーいるのにピエロ顔してるような今のルフィ派本と解釈違いだ。正直ギア5もう見たくない。草、ほんとこれ。笑わせたいのはわかるけど毎回あの目玉ギャグは飽きた。またメンタマボーンですかって家族に言われた俺の気持ち考えろ。テンポが死んでるのよ。音響がマジでトゥーン。ギャグやるならやるで短く切れ。初期のルフィはギア2で身体張ってたからこそ迫力が出てた。伸びるだけの能力を工夫で戦闘に落とし込む創意工夫があった。今は工夫の代わりに万能感で押していて緊張感が消えている。しかも笑いの間が長いから笑えない。アニメの一番の問題分かったの。ためを何でもかんでも盛ること。スラップスティック、ドタバタ劇、体を張った大げさなコメディは秒で抜けるから面白いのに毎カット3倍に引き伸ばす。結果ギャグもアクションも両方死ぬ。昔のトムとジェリー研究し直してほしい。いや編集が悪い。遠いの宿題だろ。 BGM が場面と合ってないの草。ギア5、笑うしか能がないわけじゃないだろ。自由がテーマなのはわかる。でも自由、常時ヘラヘラではない。殺し合いの場でまで陽気に振る舞うのはキャラの一貫性を壊すリスクが高い。せめて怒りを笑いに変える演出の説得力が欲しい。街道戦終盤の雷つかみは好き。そこはわかる。でも雷つかみからのドヤ顔で30秒止まるのが辛い。原作だと1コマのアイデアがアニメだと1分のイベントになる。その情報密度の差が視聴体験のストレスにつながってる。1話一生主義やめよう。2話分使ってもいいからテンポを守ってくれ。ギアにルッチ戦返してくれ。あの頃の冷徹パンチ見せてくれ。強敵を前にしてピエロ顔はなえる。草。でもピエロになったのは作者や。言い過ぎ。大技、でかい拳で終わり。問題は前からある。でもギア5で何でもできるになった分だけ余計に大技の説得力が必要。なのに結局またでかい拳で締めるからテーマと矛盾が生じる。見せ方の再発明を求む。黄金色の塗料は何だったの？ハキペンキのボケだと思ったら普通に光ってて草。黒じゃダメなん。色指定がギャグを殺してる。バットを塗るなら覇気というメタ演出に振り切るチャンスだった。なのにキラキラ塗料だと薄くなる。希望の精度を上げてほしい。ニカの笑いが好きな人もいるのはわかる。でも回想の最中にまでヘラヘラはきつい。ベガパンク刺さってるのに笑うのは無理。人格変化をゾーンの意思で説明するなら制御のドラマが必要。いつ自由に切り替えられるのか、どこで壊れるのか、そこを描かずに万能ギャグに逃げると薄くなる。神の実で選ばれし主人公はいらんかった。ネポ、血統主義、赤ちゃん主人公感が出ちゃったのが痛い。昔はゴムだから工夫で勝つのが好きだった。チョイスの問題。ギア4ヘビ男みたいな制約と工夫の設計は燃える。今のギア5は制約が見えないから上限が想像できず試験の答案みたいになる。限界を示してくれればまだ熱が戻る。エルバフでまで能天気なのは無理ある。イムの所業を見て笑顔は解釈違い。自由の対抗でごまかすな。笑いは緊張と緩和の間に生まれる。ずっと緩和だとフラットで眠くなる。だからこそ緊張の積み上げを意識的に戻してほしい。麦わら一味が傷つく時間が必要だ。黒ひげ線までこのテンションなら地獄。赤剣にまでウヒヒ顔はやめてくれ。エースの墓前で踊るなよ。復讐劇にギャグを入れるのは可能だ。だが観客が期待するのは復讐心と葛藤の対峙であってギャグの羅列ではない。赤犬再会は主人公の精神史の総決算。ここで笑ってたら物語が死ぬ。ルフィはもともと軽い。理論はわかる。でも軽いと軽薄は違う。ほんとそれ。初期の軽さは仲間と自分を守るための明るさだった。今は敵にも状況にも無頓着な脱力に見える。物語が重くなったのに主人公だけ重力から解放されたら軸がずれる。そこが違和感度ね。ギャグは一発芸で抜けろ。関稼ぎのギャグはギャグじゃない。テンポクリアとか言われても構わん。編集リズムは命。反応カットを挟みすぎると情報が薄まる。1カット1情報の原則で走れ。その方がバズる。レラマギャグ早送りで見ても長い。ワンピ見ながら 1.25 倍はデフォ。ドレスローザは4倍。一話一生は商品都合で仕方ない面もある。でも演出の流度で楽にできる改善は多い。反復ギャグを毎回フル尺で見せる必要はない。観客は賢いから察する。ゾロだけ作画に愛されてるの何。偏りが露骨。刀の光沢に明示かけてて草。
キャラごとの演出温度差が世界の温度差に見える。ルフィ線が軽く見えるのは対比で余計に悪化する。主人公の見せ場こそ骨太に作ってほしい。それが作品の背骨になる。ギア5よりスネイクマンのがしびれた。ギア2のポンプ演出は永遠。血流上げるだけで革命だったのすごい。ギアには説明がシンプルで映像の説得力が高い。だから視聴者が自分の体感に置き換えられる。今の何でもあり、和快感の代入ができない。具体に戻せばまた刺さる。自由想像力で全部可能。守り上げづらい。制限を作って突破するから燃えるんだよ。 RPG で無限チートはすぐ飽きる。せめてクールタイムや代償や干渉条件を明示して、例えば仲間を守る意志が敷地を超えた時だけ環境改変が可能など、文法があれば演出家が料理できる。文法がないと全員が迷子になる。ギャグセンス自体は嫌いじゃない。たまに光るのはわかる。でも、頻度、ガチ名称。頻度管理は中毒性に直結する。例えば1話に1回だけ目玉ギャグ許可とか内気にすればいい。足りないくらいがちょうどいい。見たいという欲望を残せ。3時の階層にまで陽気 BGM は草。死体担ぎながらニコニコは狂気。巨人も空気よね。島が焦土化してる時の楽しそうは皮肉として機能しづらい。作品全体に残酷な現実感が薄いから対比がブラックコメディとして成立しない。現実の重みを少しだけ戻して。でも漫画は子供向け。ロンジャー海軍の虐殺は何向けだよ。トーンの落差に視聴者が振り回されてる。シリアスとコメディは共存できる。問題は場面選択と切り替え速度。舞台を変えるとか光源を落とすとか明確なスイッチを入れてほしい。それが演出設計。ニカは設定から眩しすぎる。髪だけ金色にする案はちょっと好き。服まで真っ白固定は衣装の楽しみ奪ってる。舞衣装の衣装が色彩的なご褒美だった。それが白固定になると画面が単調になる。サブカラーで遊べる余地を残してくれ。商品展開的にも利点がある。黒ひげは笑って倒せないやろ。そこはマジで頼む。逆に完全に笑い切ったらそれはそれで伝説。ただし笑いながら勝つをやるならドラマがいる。例えば笑いが自己防衛の仮面でそれを破る瞬間を描くなど、感情の二重底を作ればギャグも歯になる。そういう細工を期待してる。アニメ製だけど最近は切り抜きで10分。ワンペースに救われるシリーズ。本編は休日の作業用 BGM。公式がテンポ最適化版を出すべき。2倍速で楽しめるように設計するのは敗北じゃなく適応。長寿作品だからこそ視聴体験をデザインして、新規も子さんも乗れる道を作ってほしい。ルフィは自由だから何でもか。論法は危険。自由は他者の自由も尊重すること。敵の命も軽く笑うのは違う。彼は人を笑顔にする自由の象徴のはず。ならば敵が泣いている時にどう振る舞うかが美濁になる。片栗線の経緯の美濁を思い出してくれ。あれが主人公だ。赤剣はサボに任せる派。いや本人で決着派。俺はドラゴン対赤犬みたい派。誰がぶつかるかで作品のメッセージが変わる。ルフィなら支援からの消化、サボなら意志の継承、ドラゴンなら思想の衝突。ここだけは本当に慎重に選んでほしい。ルフィはもともと選ばれてたっていう人もいる。でも選ばれてても努力の物語だったのが良かったのよ。選ばれて万能は味気ない。選ばれていても汗をかく。ガオード汗の見え方が映像で消えたのが問題。息切れ、出血、震え、そういう生の希望をもっと入れてほしい。神でも痛がっていい。ギア5の笑い声の SE がでかい。音量下げろ。ブヒヒで鼓膜割れる。音響は感情を誘導する武器だ。常時高笑いは観客の疲労を蓄積させる。オフにする勇気を。静けさは最高の演出だ。ギャグの研究はしてるのかってレベル。当たり判定の甘さも気になる。殴ってるのに重さがない。物理演出の基本は予備動作、ヒット、余韻。ここをギャグでも外さないでほしい。だからこそ笑いながらも痛いが両立できる。カメラワークと効果線で戻してくれ。ロビンやババンにスポットを当てるのは良い。主人公パートが足を引っ張るのは最悪。一味の緊張感が全部ルフィで解ける。群像としての温度勾配が崩れると視聴者の感情が散る。主人公のトーンが基準値。そこを芯にたキャラが踊るのが理想。今は芯がゴムすぎる。ギア9でよかった。暴論好き。笑い。いっそ最終決戦だけ解禁でよい。解禁タイミングの神話化は強い。ワンパンマンのマジシリーズみたいに、ここぞのカードでやるべきだった。連発は神話を日常に落とす。神話は希少だから神話だ。海藻まみれは他作品にも伝染した。手っ取り早い尺稼ぎ病。階層は麻薬。階層は現在の感情を増幅するための装置。現在が軽いと階層だけが重くなってアンバランスになる。先に今を濃くしてくれ。それから過去で泣かせてほしい。ギャグは悪くない。遠いが悪い。はあ、
両方だろ。原作もギャグの頻度高い。紙面の1コマと映像の1分は違う。同じギャグでも媒体で強度が変わる。だからアニメ側に再構成の責任がある。共同罪、共同回線で頼む。ルフィが弱く見えるのが致命的。強いけど軽い。これが最悪。重くて強いが見たい。自由の強さを責任の重さで対比できたら化ける。自由には責任が伴うという当たり前を少年漫画的に再翻訳してギア号自由の責任モードにできたら一気に名誉回復できる。エルバフの楽しさ自体は好き。でもお祭りが続きすぎ。火の粉がとんでも笑ってるの違うだろう。巨人の陽気さは魅力。だからこそ悲しみの深さも描くべき。喜びと悲しみの振れ幅が大きいほど祝祭は輝く。ずっと陽気はフラット。ギャグの最適解はジョセフ。説好き。ジョセフは笑いながらも怖いからね。同意。ジョセフは起点で笑わせ悪知恵でかつそこにキャラの芯がある。ルフィも本来は起点のヒーローだった。そこに戻してほしい。毒ガスの演出弱体化は意味不明。スケール感の管理どうした？アニメだけ別の物理法則。威力のスケールが章ごとにブレると戦場の温度が伝わらない。爆発、風圧、残骸、それらの積算で恐怖を作る。物量で語れ。ギア5はアニメ向けって聞いたけど逆風。漫画の方がマシという逆転現象。音と間に負けてる。アニメは情報が増える分だけ演出の責任が重い。音響、テンポ、カメラ、色彩、どれも一つで作品が転ぶ。ギア5は全部のバランスが難しいから設計図が必要だ。ワンピの良さは仲間と工夫だったろ。最近は主人公の万能で押し切る。それただの別作品。仲間の役割が薄い。周りがすげえで終わるのは最悪。一味の連携を中核に戻せばディアゴもチーム技で輝ける。個人芸の独演会はもういい。黒ひげやイムはマジで怖く描いて。そこで笑ってたら冷める。笑い分かった後にやってくれ。勝ちの解放としての笑いは最高。戦闘中は春青もで緩めは差し込み程度に。バランスの問題。今は緩め9割だ。結局最後はでっかいパンチから卒業しろ。ギア5でしか出せない終わらせ方を見たい。想像力の殴り合いが見たい。例えば環境そのものを物語的に変える。敵の信念を物理に埋め込んでそれを解体する。メタを物理に落とす発想。そこにギア5の価値があるはず。アニメスタッフの技量自体は高いのよ。だからこそ間違った方向に全力で走ってるのが惜しい。作画はすごいのに面白くない不思議。うまいのにまずい料理。割れ式の問題。良い素材と腕があっても塩加減を間違えたら終わり。まず塩を抜け。それが間だ。あの目ん玉ギャグ今年だけで何回見た。数えるのもだるいレベル。二度と見たくない。ランニングギャグはたまに裏切って来ないことで価値が出る。来ないことがサプライズになる。今は来る前提になってる。予測を裏切れ。ギア5の笑い方が場面で変わればまだよい。緊張時は微笑、余裕時は爆笑みたいな。一律ヒヒは雑。表情設計は言語。同じ笑顔でも種類がある。嘲笑、自重、解放、仮面。それを場面ごとに使い分けてやっとキャラが呼吸する。今は無音の叫びだ。もう一回ルッチみたいな倒すべき壁ください。壁を越えた感が欲しい。遊んで勝つのは超えてない。勝利の価値は代償で決まる。代償ゼロは娯楽としても薄い。傷、消耗、決断、何かを置いていけ。それが英雄の重さだ。用語側のお前ら理解してない。も雑。理解してて嫌いなんだよ。好みの問題に正解はない。論争が不毛になるのは悪意のレッテルから互いの干渉軸を提示すれば建設的になる。我々が欲しいのはより良い作品であって勝敗じゃない。笑顔のヒーローは好きだった。でもジョージ・ジョーカーは違う。明るいとふざけるは別物。ゴムの少年が世界の重さを背負って笑うのがワンピらしさ。背負わずに笑うのはただのピエロ。その差は薄いようで深い。境界線を守ってほしい。次の島では頼むから真面目に殴って。ギャグは宴でやれ。宴は全力でやれ。それは見たい。宴の熱量が下がってるのは戦いの熱量が下がってるから。コントラストが消えた。戦いが熱ければ宴は泣ける。まずは戦おう。作画班は悪くないと思いたい。でも編集が止められないなら同罪。ディレクションが迷子。長期 IP ほど誰の作品かが曖昧になる。原作者、監督、制作皆の作品だから皆が舵を取らないと沈む。今が天打の時だ。俺たちまだワンキ好きだから文句言ってるんだぞ。アンチじゃなくて古参の悲鳴だぞ。ここで治ればまた神になる。信者もアンチも根っこは同じ。面白いワンピが見たいだけ。
だから期待を裏切ってほしくないし、裏切るなら超えてほしい。超えられる器はある。まとめるとギアゴは設計次第で化ける。今の使い方が悪いだけ。改善案は山ほど出てる。頻度を下げろ、テンポを上げろ、代償を導入しろ、表情の種類を増やせ、仲間の役割を戻せ。それだけで半分は治る。残り半分は覚悟だ。結局ギアゴの自由は誰も得しでない。視聴者は緊張感を失い、アニメはテンポを失い、ルフィは重さを失った。この三重苦が一番の茶番。いかがだったでしょうか。これからも最近のワンピースに疑問を抱く読者のコメントをまとめていくので、チャンネル登録と高評価をしていただくと励みになります。